こんにちは。今回は2022年より発売開始しましたモンベルのフォールディングファイアピット S、 こちらをご紹介いたします。こちらのファイアピットなんですが、もともとはこちらの大きい方ですね、2020年より発売開始してます。モンベルが開発した二次燃焼機能を持った焚き火台として大変な人気になったアイテムなんですが、そちらのソロ向けのコンパクトサイズとして2022年より発売開始したのが今回ご紹介するファイアピットの S となります。今回はその大変な人気あるファイヤーピットと新しく生まれた S サイズ、こちら2つのアイテムの比較を中心にレビューしていきたいと思います。はい、次に本体重量を見ていきます。これ今収納ケースに入っている、収納した状態ですね。もうこのモンベルという名前が入っている収納トートに入ってるんですが、もうこのねトート自体がモンベルという名前が入っているだけでもう商品になりそうな可愛らしいトートなんですが、こちら今 S サイズ、こちらの重量が 2.88 キロで、カッコが 3.03 キロになってます。これ注略ありますが、カッコ内は収納袋を含む総重量になってます。一般的には本体の重量だけ記載するメーカーが多いんですが、モンベルはさすが登山を中心としたアイテムを展開するメーカーなので、収納袋を入れた総重量まで表記してくれるというのはさすがモンベルという感じですね。でこちらの大きい方が 4.1 キロで、スタッフサックを入れた総重量は 4.3 キロになってますね。このカッコ内の重量とかは実際キャンプでね使われる方が多いと思うんで、こちら収納袋を入れると 200g 重くなるなとかあんまりね気にしなくても、大体こちら 2.8 キロのこちらが 4.3 キロぐらいっていうふうに考えてもらえばいいと思います。比較すると 1.3 キロぐらいの違いになるんですがですね、ちっちゃいなりにやっぱり結構ずっしりしますね。 1.3 キロ軽いから非常に軽くなったという感じはするほどしないんですが、もともとがね結構頑丈な作りになってるタフな焚き火台なので、これぐらいの重量があってもおかしくないなという感じです。でも全然片手で十分持てる重量感になってますね。ちっちゃい方が 1.3 キロほど軽いスペックになってます。続いて、収納した状態のサイズを見ていきます。ちょっと中身出してみますね。まずは S から。こちら本体と、こちらに網とねロストロがついてきますが、こちら出してまた大きい方、じゃあこちらが収納した状態の本体の大きさになりますね。まず S の方がこちらの縦の長さが 24.5 センチ、横が 34.5 センチ、そして厚さが5センチになってます。これ自立しますね。しっかりと畳んだ状態でも自立する、やっぱり精度が良くてね、しっかりとバランスが取れてるんで立ちますね。これ厚さ5センチになってます。でこちらの既存の大きい方がこちら縦が30センチ、横が42センチ、厚さが5センチになってます。厚さは同じですね、5センチ。板厚とかで内部構造が同じなんで厚さは同じで、縦横の大きさがこちらの縦の長さで約 5.5 センチ、横で 7.5 センチの違いになってますね。もともとのサイズのこちらのモデルでも薄く収納できることからあんまりね大きな焚き火台という感じではなかったんですが、 S のはねさらにコンパクトなソロにちょうどいいサイズ感ですね。重ねてみても、やっぱ S がだいぶ小さいですね。ちょっとピカピカしてね反射してちょっと分かりにくいんですけど、S の方が二回りぐらい小さいような印象ですね。そして付属品を見ていきますと、この本体の他に先ほど出しましたロストル、こちら炭床ですね。本体の底に炭や薪を受ける部分ですね。このロストルと、あと焼き網、そして先ほど見た収納袋、こちらついてきます。こちらはオリジナルのファイアピットも S サイズも同じ仕様ですね。ロストル、焼き網、収納袋がついてきます。この収納袋かなりねしっかりとした作りになってますね。頑丈な、結構最初から本体についてくる収納袋っていうのはどこのメーカーも結構ねペラペラですぐに破けそうなものも多いんですが、このファイアピットのね結構しっかりとした重量感に
負けない感じの長持ちしそうな収納袋ついてます。作りとしてはシンプルなトートにマジックテープのバンドが1箇所ついてるだけのシンプルな形になってます。さっきちょっと出し入れしてみたんですが、ちょっと S の方がですねちょっと袋きついんですよね。これねさっと一発で入らないような感じで、サイズ的にはちょっと横に余裕はあるはずなんですが、ちょっとね出し入れがちょっとこう引っかかる感じがして、丈夫そうなねいい袋なんで、もうちょっとね余裕がある作りにしてほしかったなっていう感じは若干あります。でこのファイアピットに限らずなんですが、これね焚き火台の収納ケースって結構ね本体ぴったりすぎるサイズが多くて、ちょっとね余裕のあるサイズにしてくれると、他にねトングとかね貝の焼き網とかが入るようなね余裕を持って作ってくれたら嬉しいのになと思うんですが、やっぱりねモンベルのものもここはちょっとね結構ぴったりサイズで作られてます。で大きい方はちょっと入れてみると、こっちはね結構スッと入るんですよね。こっちはね全然ストレスないです。簡単に出し入れできますね。ちょっと S の方はちょっとね待ちがない感じでギリギリでしたね。もうちょっと大きいといいのにな。でも全然生地は丈夫なんで、長持ちそうないい収納トートがついてます。それではこのままの流れでセッティング組み立てをしていきたいと思います。これ S もね大きい方も同じなんですが、こう立ててガシャッとこう広げるだけですね。これがギミックというか、この関節の動きがねすごく滑らかなのが特徴ですね。このファイアピット、構造とかコンセプトも非常にいいんですが、作ってるのは実は日本製になってまして、非常にね精度高いんですよね。この畳んだ状態で立つっていうのもそうなんですが、このホールディングのギミックすごい気持ちいいですね。横から見てこんな感じですね。もうパカッとこう開けるだけで、しまう時はねこの横のヒンジの部分をちょっとこう軽く押すだけで簡単にスムーズに動きます。このねヒンジ周りも絶妙ですね。ぴったりにしすぎると可動が悪くなったりとか、どうしても熱で若干変形したりすると思うんですが、そういう時にねぴったりすぎるとこう動きがねギシギシ硬くなるんですが、程よい遊びがあって多少のね乱暴に扱ったりしてもこのホールディング機能が悪くならなさそうな作り。これねさすがですね。日本製素晴らしいです。そして本体を広げましたら、このロストルというパーツですね、これを入れていきます。これちょっとねここに折り目みたいなの見えるんですが、ちょっとね山なりになってます。ここはてっぺんでこういうふうにねへの字というか V 字というか A 型というかなってますね。この山なりが上に向くように入れるようにと説明書で注意書き書かれてます。多分裏側に入れると、こっちはねこう谷になってるんで、それに合わせてねこうへこんだ方を上にして入れてしまいたくなりそうなんですが、そうするとおそらくですね空気の流入が悪くなるだと思います。こっちの山なりの山を上にして入れてあげると、この下にねこう空気が入りやすくなって燃焼効率がね上がるんだと思います。逆に入れてしまうときっと燃焼効率が落ちるんで、使えないことはないと思いますけどね、必ず山を上にして入れてください。そして焼き網は、裏表一応ありますけど、簡単に乗っけるだけですね。はい、セッティング完了。ロストルの裏表を間違えなければ非常に簡単なセッティングですね。はい、これで2つのサイズセッティングができたんで、使用時のサイズを見ていきたいと思います。まずはこちらのファイアピットの S、小さい方が高さが 24.5 センチで横幅が 34.5 センチ、して奥行きですね、この幅が17センチになってます。そしてファイアピットの大きい方が高さが30センチ、横幅が42センチ、そして奥行きがこちらが22センチになってます。こうして比べるとやっぱり大きい方がね4人ぐらいのサイズ、3、4人ぐらいでちょうどいい感じで、 S の方が1人から2人でちょうどいいサイズ感に見えますね。上から見るとこんな感じです。ちょっと S がねやたらちっちゃく見えるんですけど、これね高さが低いんでちょっと遠近法でちっちゃく見えるんですけど、上げて同じぐらいの高さにするとこれぐらいですね。
焼き網が面積が、こっちだとね17センチになっていて、焼き鳥なんかやるのにちょうどいい感じですね。ちょっと串が乗っかりそうな感じで、串焼きにね使いたくなる感じのサイズ感ですね。焼き網で比較するとこんな感じですね。S と大きい方、バーベキュー的に使う場合であってもやっぱりね大きい方、4人ぐらいで使うならこのぐらいのサイズあった方がいいですね。そして本体素材はステンレスになってます。でこの焼き網だけはですね、こちらはスチールのものを使ってるんですが、本体とこちらのロストロですね、こちらは本体でロストロはステンレス製になってます。このロストロも触ってみるとかなり板厚があってしっかりしてますね。通気用のパンチングがしてあって、かなりがっちりとした作りです。本体の方も板厚はね表記されてないんですが、かなり厚手でしっかりしてますね。錆と熱に強いステンレス製でこれだけの厚みがあれば、そのね耐久性も期待できると思います。そして耐荷重ですね、重さに対する負荷は20キロまで耐えられる形になってます。これは大きい方も S も同じ耐荷重になってますね。ちっちゃい方も、板厚は同じ感じで、このね足のこのワイヤーなんかもおそらく同じ太さのものを使ってるんで、こちらね同じ耐荷重20キロあります。で気をつけたいのは、この焼き網の耐荷重というのはとても20キロはないので、かなりねデフォルトでついてくる網としてはいい網がついてるんですが、ダッチオーブンみたいな重たいものを使う場合はこの網曲がってしまう可能性あるので、オプションでね後からご紹介するパーツなんか使っていただいた方がいいかと思います。ただこの本体のね20キロというのも十分な強度があるので、ちっちゃい方もね立派ですね。耐荷重20キロ。焼き網はねあくまでバーベキューに使ってください。そして今お話したオプションですね、この別釣りのオプションをご紹介していきます。こちらまずクッカースタンド、これ今、S サイズとオリジナルのサイズ両方あるんですが、こちらねオリジナルのサイズになります。小さい方はねちょっとまだ未入荷で手元になかったので、まずは大きい方だけ。使い方としては本体に乗せるだけですね。ただこれが 6mm のワイヤー使っていて非常にね頑丈です。これもね2本製になってますね。先ほど話したダッチオーブンなどの重たいお鍋乗せるとき、本体に耐荷重20キロを生かすには、この頑丈なクッカースタンド、こちらを使ってください。で使い方としては乗せるだけなんですが、これ溝がね切ってありまして入れるとこが決まってます。まずはセンターの位置、あと端っこは両サイドはこの位置ですね。ここと真ん中とこちら3箇所になってます。でもう一つ買ってこちらにもね合わせて乗っけてダッチオーブン2台というような使い方もできるようになってます。S サイズも同じですね。ちょっとねこれサイズ合わないんで綺麗にはまらないですけど、溝がねこちら4箇所あって3つのポジションが選べるようになってます。続いてこちらもまだ未入荷でこれから発売されるオプションになりますが、ステンレスの HD グリル、こちらはですね鍋も乗せれる頑丈な焼き網となってます。このね既存の焼き網あるんですが、これがちょっと傷んだ場合に買い替えてもらう、もしくはあらかじめクッカーサンドとは別に、そんなに大きいダッチオーブン乗せるわけではないで、焼き網と、軽いフライパンとかそれらと兼用したいといった方に向けたオプションになってますね。5mm の厚さのステンレスワイヤーなんで相当ねこれ強度あると思います。大きなダッチオーブンを使わないよという方はこちらで十分かもしれないですね。そしてもう一つステンレス HD ロストルという商品もこれから発売予定になってます。ロストルはこちらですね、この灰受けというか底網ですね、こちらの別売りになっていて、これはねステンレスの板にパンチングしてある状態なんですが、オプションのステンレス HT ロストルにしますと、通気がさらに良くなって燃焼効率がさらに上がるようです。そしてこちらも 5mm のステンレスを使ってますので相当ね耐久性も上がるようです。こちらねこれからまた発売が始まる予定の商品になってます。はい、ここまでで、2つのアイテム比べてみてあんまり大きな違いがないなというのは、正直なところですね。本当にサイズが変わっただけで内容は同じものなので、ここからはですね使用できる薪のサイズ、やっぱりここがだいぶ違いが出てくると思うので、というかここがね一番肝心なところだと思います。これをね比較していきたいと思います。この薪の対応サイズなんですが、これパッケージになります。
これにですねちゃんと書いてありますね。これは S なんですけど、炭30センチの薪に対応となってますね。炭にも対応する薪の場合は30センチと書かれてますね。これ大きい方ね40センチって書かれてます。ちゃんとこういったものがね購入する前に確認できるようになってるのはさすがですね。モンベルパッケージもよくできてます。実際こちらが約30センチの薪と約40センチの薪、これ用意してみました。まずは大きい方ですね。40センチ対応の方に40センチの薪入れてみます。当然ちょうどいいですね。すっぽり貼ります。この40センチを S の方に入れるとやっぱはみ出しますね。ちょっと、やってやれないことないですからね。燃えてきたらだんだんこうねトングで押してあげたりとかすれば問題ないです。ただやっぱりねこれ入れっぱなしで放置しておくと、特にねこれすごい燃焼効率いいんで、ちょっとほっとくとねどんどんこっちが燃えてなくなって軽くなってくると、このね頭だけ重たくなってこうカタンとね落っこっちゃって下の芝生を燃やしたりとか、あとはね耐熱シートなんかを当ててもやっぱり直にね薪が落ちるとそっちもね傷んでしまう場合があるので、やっぱりこっちはね大きい薪入れる場合は注意が必要かなと思います。大きい方はねすっぽりですね。大体売ってる薪はね、地域にもよると思うんですが40センチね、これが大体一般的に多いパターンなので、大きい方はねこれすっぽりですね。こちら大体30センチぐらいのもの、当然大きい方には楽に入って S の方にも、ちょうどいいですね。すっぽり入ります、ちょうどいいサイズ感ですね。30センチぐらいの薪がこう手に入る方は全然ね S の方もいいかと思います。大きい方のね薪があまり小さい薪が手に入らない方は、こちらのサイズ感ね注意された方がいいと思います。こっちのね薪を楽に使いたいっていうんであれば、別にソロの方がねこっちの大きい方を買っても全然いいと思います。結構ね焚き火台はね小さくていいよって方もいるんですが、薪がね思ったようなサイズ手に入らない場合もあるので、ちょっと大きめ買っとくのもね全然いいと思います。このね合成感もあって非常にね人気の高いファイアピットなんですが、この人気の秘密の一つでもあるこのパッケージにもありますね。抜群の燃焼効率で安定した火力を維持する焚き火台と書かれてます。これについてもね簡単にご説明しておきたいと思います。まずこのイラストを見ていきますと、まず1ですね。未燃焼ガスを減らす二次燃焼とあります。でその下に説明が煙が少ない快適な炎を楽しめるとなっています。これどういう仕組みかと言いますと、こちら側面にこうスリットが入ってますね。これ空気吸うためのスリットなんですが、これ両面についてますね。でこのスリットから入った空気は実は本体にはね入ってきません。これ見ると分かるんですけど穴が開いてないので、直接この燃焼室にはこのスリットからの空気は入らない仕組みになっていて、よく見るとここにもう一枚ねこうプレートのようなものが入ってます。板ですね。この中にこのスリットから入った空気がこの燃焼室で燃えてる薪や炭の熱で熱せられて、その熱くなった空気がこの上部のパンチングですね、ここから勢いよく出てきます。それによってこの燃焼室でちょっと燃え足りなかった未燃焼ガスがこの熱い空気でもう一度炙られるというか、もう一度煙を焼き飛ばすというようなイメージですね。それによって煙が少ない燃焼を実現してます。実際に使ってみるとこのねコメントにあるような快適なね焚き火が本当に楽しめる作りになってます。そして2番が深型構造がドラフト効果を促進となってます。そして説明が火起こしが早い、安定した燃焼が続くため燃え残りが非常に少ないとなってます。こちらに関しては、図の2の方ですね。今度はこちらですね。こちら側面にこう4箇所スリットが入っていて、それが両面に入っています。そこからね吸気して酸素がね非常に焚き火をする場合には重要になるんですが、吸気口が下にあるものはたくさんあるんですが、しっかりと吸った空気をさらにこの縦型の本体の中で燃焼することによって高いね上昇気流を生み出す構造になってます。非常にねシンプルな作りに見えるんですが、この吸気とこう燃焼室の高さのバランスが非常に取れていて、やはり燃焼効率の高い焚き火台というとソロストーブのようなこう円形のもの、どうしてもねこうチムニー効果という空気の循環のね効率のいいものの方が燃焼効率の高い焚き火台となるんですが、こちらですね箱型で、コンパクトに収納できるこういったボックスタイプの焚き火台でありながら快適な焚き火が楽しめる工夫がされています。このモンベルが作ったファイアピット、非常にコンパクトで二次燃焼機能もあり、そして日本製でありながら2万円を切る非常に魅力的な焚き火台だと思います。本当にこのギミックをですね実際お店で触ってもらいたいですね。こんなにスムーズに簡単に使えて燃焼効率が高いというのはねなかなか見られないと思います。
はい、それでは以上となります。モンベルのフォールディングファイアピット S のご紹介でした。ありがとうございました。